こんにちは、特急 V です。2023年10月17日午後4時半です。昼間はちょっと他の用事がありまして、これから始めます。ピュッいくつか質問をいただいてまして、昨日の件で、自転車だからキャンセルされたんじゃないかって僕言ったところで、それ分かります？確かに分かんないんですけど、ただ、可能性はあるんですよね。私じゃないんですけど、前に、ウーバーで、ツイッターで上がってた件なんですけども、自転車配達員が、取りに行ったと。で、スワイプして、で、配達開始したら、自転車の方、現金、バイクの方でお願いしますって書いてあったと。と困ったらしいですけどね。まあ、そのまま行っちゃったって話でした。だから、まあ、可能性は少ないんですけども、バイクで来いよ、自転車なんかダメだよっていう人が少なからずいるんですよね。で、自転車と車とバイクと、じゃあ街中でどのくらいスピード変わるかって言ったら、そんな変わんないじゃないですか。で、郊外に行って、まあ、ここの辺だと、八幡西区とか東区とか、車ビュンビュン走るとこありますよね。で、そこで、すいません、途中になりました。で、郊外に行って、車がビュン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 走るとこありますよね。で、あそこら辺に行って、Google マップで検索で、こっからここまでって何分ぐらいかかるかなって。で、だいたい10分ぐらい、車で10分ぐらいのところで、ママチャリで12分。それから20分ぐらいのところで、ママチャリで24分。だいたい2割ぐらい余計にかかります。車と同じぐらいの速度で着く場合もあるし、信号が、まあ、うまくいけばね。で、なんかいろいろあって、坂とかあって、うまくいかない場合は、1.5倍、あそこまでいかないかな。1.4倍ぐらいかかる場合もあります。平均で1.2です。ということは、郊外でも、まあ、変わるといえば変わる。変わらないといえば変わらない。そんなに変わんないんですね、言うほどね。で、だから、そのまま行っちゃった方が早いんだけど、やっぱりお客様としては、バイクでビューンって来てほしいっていうニーズはあるみたいです。で、これもレアケースですけども、加盟店で自転車が配達に来たら、はい、よろしくお願いしますってお願いするんだけど、実際にはお店の方で配達員バットを押すっていう店がありました。で、僕が行くと、僕いつも100%ですから、で、行くと、あれ ?99 になってるなって。あれあの店かなでも証拠はないですよね。で、次、呼ばれた。多分あの店だ。スクショ取っといて、99だ。で、その店を出て配達終わる。で、98になってるんですよね。多分あの店だ。ほぼ確定だ。でもまだ証拠としては薄いですから。またあの店を追われた。で、98、スクショ取っておく。で、次配達する。で、しばらくしたらもう97になってるんですよね。もう確定だ。あの店だ。で、その店については、本部からお願いしました。もうあそこ行きたくないんで、設定で外してください。お願いしたら、で、運営としてはそういう設定はもうできませんけど、ちょっと強く言っておきます。という、案内が来ました。その後、そのお店に行ったら、もう全然、手のひら返しです。どうもご苦労様です。配達員さん。自転車でされてるんですか？いいですね。みたいな感じで、手のひら返しでした。その後は、バットはされなくなりました。ですので、まあ、イメージだと思うんですけども、近くでも、やっぱり、バイクの方が何倍も速い。5倍も10倍も速い。光より速い。そんなイメージあります。ですので、自転車でバットされるとか、自転車にキャンセルされるっていうのは、回数は多くないですけども、まあ、少なからずあります。あと、スマホが古くなったんで、ならない可能性があると、僕、昔言いました。で、これについては、何度も言いますけど、否定的な意見もあります。僕も昔否定派でした。そんなことあるわけないと思ってました。ただ実際、古い携帯を新しいのに変えると、何がポンって良くなった気がします。ですので、全然意味ないことはないかもしれない。で、どんな携帯を使ったらいいですか？僕は一番安いのを使っちゃってます。Y モバイルさんとか au さんとかで、販売促進で1円でいいですよ。100円でいいですよ。そういう携帯ありますよね。で、その代わり1ヶ月だけちょっとオプションを2、3つけてください。1ヶ月後は外してもいいですから。で、そういうのを
使って、で、オプションだいたい1000円ぐらいかな。1000円から1500円のオプション1ヶ月でかけますから、携帯代と思えばそれが携帯代なんですけども、それを1ヶ月だけかけて買っています。ですので、1円です。じゃあその携帯で問題がないかっていうと、問題ないですね。全然大丈夫です。新しいうちはね。ただ、容量っていうんですか、メモリーっていうんですか、それはちょっと大きめのを買った方がいいかもしれない。A と B で、こっちが1つ、こっちがその倍だったら、同じ値段で1円ですよ、100円ですよ、そのくらいの値段の差だったら、倍の方を取った方がいいとは思います。あと、長野の方から、ご連絡いただきまして、ありがとうございます。嬉しいです。長野というとね、僕山梨、長くいたもんですから、1週間に、また子供の子入っちゃった。あと、昨日、試しに、遊びですね。噴水の画像、3カ国語で上げてみました。どうかなと思って。で、早速、バッと来ました。お前の英語はダメだー、中国語を聞き取れないってことだと思いますけど、その通りだと思います。中国語特にね、僕自分で見ててもね、ダメだと思った。これはわかんないなと思いました。で、視聴者さんから何カ国語喋れるんですかって言って、あれは自動入力じゃなくて自分で全部読んでるんですけど、僕は少しの中国語と少しの英語はできます。広東語も練習してますけど、発音はね、プートンファより、グワンドンファの方がいいって言われますけど、広東語はね、あんまりできませんね。買い物ちょっと、したりとか、バス乗ったりぐらいはできるけど、それ以外はあんまりできません。で、今回のは、広東語の方は、自力、聞きながら、辞書聞きながら、バーって入れてみました。で、中国語の方も同じように入れてみたんですけど、中国語はなんかうまくできない。小倉駅のところの発音がね、なんかうまくできないですね。もう一回、3つ出してしまうと、こんなこと僕怖くてできないなって思ってたんですけど、なんとなくできますね。なんか怖くなくなった。この後も、だんだんシリーズやってって、レベルを上げていければいいかなと思っております。では出発します。長っ話になりましてすいません。出発します。ピュッ。さっきの言葉の話でね、僕は昔、英語ある程度、ブロークンイングリッシュでもできれば、世界中旅できるのかなと思ってたんですよ。で、中国で仕事で呼ばれて行くじゃないですか。で、行くとね、僕、薬病神なんで、行った会社がすぐ倒産しちゃう。でも結構、次雇ってくれるからすぐ決まるんだけど、また次の会社が3ヶ月後に亡くなっちゃったとかね、倒産までしなくてもう事業終わりにしますとか、続いて、で、1年ちょっとしか当時まだいなかったのに、いろんなところに結構お友達ができたんですよね。それで、僕、大西さんですけど、大西さんって言って、僕、シェンツェンって言って、日本語で深センのとこにいて、で、深センにいるのに、樹海に呼ばれたりするんですよ。で、深センと樹海の間に川があってね、で、そこフェリーで乗っていけるんですよね。バスでも行けるけど、バスだとちょっと遠回りになるんで、フェリーの方がちょっとだけ早い。で、フェリーで行きたい。でも、シェンチェンのローフーって真ん中のところから、地下鉄でね、行くと、途中までしか行けないんですよ。当時はね、今もうすごくネットワーク、大きくなったけど、CGH1 ってって世界の窓って、そういう遊園地があるとこあって、犬山の方のリトルワールドとかね、東武ワールドスクエアみたいな、そういう遊園地がある、前に CGH1 って言って世界の窓って駅があって、でそこまでしか地下鉄が行ってなかったんですよね。でそこで降りて、でバスに乗るんだけど、そこからが大変で、地下鉄はなんか緑の人生ゲームみたいなプラスチックの切符でね取っていくんですけど、それは自動改札なんですよ。で地上に上がって、当時のバスに乗ると、バスに車掌が乗ってて、車掌から切符買わなきゃいけないので、それが中国語なんですよね。英語通じないでもなんとか英語でいかないかなと思って、シェンチェンフェリーポートとかさ言うじゃないですか。そうすると、日中何やって、あんたどこに行くんですかって、とりあえずプートンパン、普通の中国語で聞かれるんですよね。で、それが、わかんない
まあ、僕も分かんないですから。で、分かんないでいると、で、ねほんピトはで、ご飯ドンファで、広東語で聞いてきます。で、それでも分かんないと、僕は一生懸命、シェンチェン、フェリポー、フェリポー、フェリポー、プリーズとか言ってんだけど、まあ、全然通じないから、はぁよっしゃーとか言って、シャーって言って、降りろって意味なんですかね。よっしゃーって言って、バス止まっちゃって、降ろされちゃって、バスはブーって行っちゃう。で、次、バス乗るでしょ。で、バス乗って、で、同じことが繰り返しなんですよね。日中なるやね、ホッピントはシャーブーつって3台ぐらいもうバス行っちゃってね、なかなかシェンチェンバートーって言えばよかったんだけど、それ覚えられなくて、フェリーポートに行くのに半日ぐらいかかっちゃってね、来りました。1軒目、白金ドロップです。自動車販売店さんの照明借りてっていうか勝手に使わせてもらって撮影します。全然当然ならないだろうと思ってガストでちょっと食べてお茶してました。でコーヒー3杯目でなって行きました。でその前に8.5キロってなったんですけど、それは拒否しました。で一番近いのを取りました。待ってる間に来た配達員が2人でしたね。1人ははじめさんだった。レジェンド、こちらのレジェンドのはじめさん。街歩いてるとバイクさんの地蔵さんもいるんですよね。で普通は自転車にならないからバイクにするじゃないですか。でバイクさんもならない時期はやっぱりもうダメですね、供給量が少ないみたいで、会社名ちょっと挙げられないんですけど、守秘義務なんとかサインさせられてるので出せないんですけど、アンフィルム F フィルムみたいな、まあ言っちゃってるのと同じか一社しかないですけど、フィルムにいた時にそうはなんとかルームっつって、ある程度空調の効いたルームに入って作業するんですよね。でそこ行くと温度のことを教わって、だいたい20度から、25度がだいたい一番気持ちいい温度だっていうんですよね。で26度以上になると暑く感じるし、19度、以下になると、ね、寒く感じるんですよね。で夏は忙しいじゃないですか。で冬はどうだって質問があって、それちょっとさっき抜かしちゃったんですけども、20度から下がってくると寒くなってくるけど、まだまだみんな耐えられるんですよね。でそれが1桁台0度から9度ぐらいになってくるとってなるじゃないですか。そうすると注文者さんが外に行ってコンビニに買いに行くとか、そういうのめんどくさがるんで、注文数が増えてくるんですよね。配達員さんの量はそんないつもあんまり変わらないんですけど、注文量が増えてきて、それで忙しくなるって感じです。ですので皆さんおっしゃってるように、暑い時と寒い時はなります。大丈夫です。少し辛抱してください。耐えられる方は辛抱してください。で耐えられない場合はどうするかって、だから損益分岐点高い方はなかなか耐えられないじゃないですか。この出費もこれ払わなきゃいけない、これも払わなきゃいけないね。頭がお金のことをよぎりますよね。でこの時期閑散期が夏冬じゃないな、春秋2ヶ月はどうしてもあるから、その時期だけ他の仕事を入れるというのはありですよね。もし入れられるんであれば入れた方がいいかもしれない。ただちょっと仕事暇なんで変えますっつって変えてそっち行った人は大抵戻ってきません。そっちの方が忙しくなっちゃうと、次に繁忙期に入ったとしてもウーバーの仕事ができなくなっちゃうね。例えばどっかのシフトに入りますとかなっちゃうと、それシフト抜けてウーバーの仕事をまたメインでやるってやっぱりできないみたいで、そっちに行っちゃった人は大体戻ってきません。でももし入れられるんであれば入れてもいいかもしれない。でこの時期、前にも言いましたけども、この時期に仕事が入ってこない、ならないっていうのは配達員の要因じゃなくて、もう需要が底をついてるのが原因ですので、皆さんが悪いわけじゃないですから、あんまり焦んない方がいいです。で自分を責めない方がいいです。気楽に、どっか気楽に待ちましょう。大手町待機です。今日はパートタイムジョブで5時間弱やりました。運転時間の利用率が 3.7%、 わずか11分1件だけでした。
先週半ばからもう1週間ぐらい、もう計算しても、試行錯誤しても、どうしようもない状況で、このどん底はいつまでするかわかんないですけど、良くなってくるときって、自然になんかみんな動き出すんですよね。それまでどのぐらいかかるのかな、僕はこの理論を始めてから計算したことないですけども、データ取ったことないですけども、それはちょっと見ていきたいと思います。また明日ピュー